はいどうも B 賞です、今日はホットトイズのサマーショーケースフェーズ1で発表された新作ホットトイズアメージングスパイダーマンとリザードのジオラマ題材についてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介していきます。普段このチャンネルではホットトイズのレビューだったりカスタム動画を投稿していて、登録者1000人まであと少しなので、ホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。今回ホットトイズのサマーショーケースフェーズ1の中で、計4体の新作ホットトイズが発表されました。ラインナップはまずはこの動画で紹介するアメージングスパイダーマンとノーウェイホームにもヴィランとして登場したリザードのジオラマダイザー、他にもスター・ウォーズドラマシリーズのオビワン・ケノービ、あとは X メン・ウルヴァリンの1973年バージョン、これはフューチャーパストの時のバージョンですね。そちらのフィギュアが計4体発表されました。今回の動画ではアンドリュー・ガーフィールド版のアメージングスパイダーマンとリザードのジオラマ題材について詳しく話していこうと思います。その他のフィギュアについてもこの後ね、他の動画で紹介する予定なので、チャンネル登録と通知をオンにしてもらえると嬉しいです。で、今回まずはアンドリュー版スパイディについて話すんですけど、動画のチャプター機能を使えば気になるところに飛ぶこともできるので、そういった機能も使いつつ動画見てくれたら嬉しいです。で、ノーウェイホーム公開から半年、スパイダーマンのミームをフィギュアで再現したプレリリースが発表されてから、約3ヶ月半くらいですかね。アンドリュー版スパイディについてはやっとね、製品情報公開されました。本当にこれまで長かったですね。その分どんなフィギュアに仕上がるのかなとか、とても楽しみにしていたので、発表されたことに関してはね、かなり嬉しいですね。ただ正直期待していたレベルには届かなかったというか、自分の中でちょっと期待値を上げすぎてしまったこともあって、改良してほしい点もかなりたくさんあったので、この後詳しく紹介していきます。皆さんもコメント欄とかに意見書いてくれたら嬉しいです。個人的にはね、このアメージングスパイダーマンシリーズの中でも一番好きな作品で、見た目もキャラクターもストーリーも本当に大好きなんですけど、去年の時点で過去作フィギュアを買ってしまおうかなと考えていた時期もあったんですけど、買わずに我慢して待った甲斐はあったのかなと思います。発売自体はだいぶ先にはなるんですけど、完全新品として手に入れることができるのはね、本当にファンとして嬉しく思いますね。それでは詳細について話していこうと思うんですけど、動画作る前に台本いつもね書いて作ってるんですけど、その時点ではね、個人的な意見として改善してほしい点がねかなりあったので、いいところ改善してほしいと思ったところをね、今回正直に話していこうと思います。この製品注意点としては、今回発表されたアンドリュー・スパイディについてはスパイダーマンの映画最新作ノーウェイホーム版のものではなくて、あくまでアメージングスパイダーマン2の時のフィギュアになります。なので、リメイクというような感じになりますね。そしてリザードの台座も一緒に今回の動画で紹介するんですけど、この2つの製品完全に別売りなので、セットになったデラックス版のような商品が発売されることもないので、その点はちょっとご注意ください。まず思ったのはね、先ほどもちょっと言ったんですけど、ノーウェイホーム版ではないことがね、最大のびっくりポイントで、本当にね、意外でしたね。まさかのリメイク版ということで、ヘッドとか素体を見ても写真で見る限りは完全な新造形ではないように見えました。スーツについては新しく仕立てたスーツと書いてあったんですけど、この素顔ヘッドについては今のところ完全新造形のヘッドという記載はね、どのサイトにもなかったので、おそらく過去作の流用と思われます。ここはちょっとね、本当に期待していただけに残念に思いました。まずその素顔ヘッドについてなんですけど、過去作同様首の部分から付け替えられる素顔ヘッドが今作には付属しています。その過去作というのがアメスパ1の時に付属していた素顔ヘッドですね。その素顔ヘッドはアメスパ2のフィギュアにも付けることが可能という仕様だったんですけど、今作では新造形ではないながらも一応オリジナルのヘッドが付属しているようですね。首は露出するような造形になっていて、これも過去に発売されたものとほぼ同じ造形になっているんですけど、ちょっと違うポイントとしては首元のスーツとの境目がね、まっすぐになっていますね。この造形はね、やはり違和感がない見た目になるので、とてもいいですよね。トム・ホランド版のスパイダーマンフィギュアだと首が完全にスーツに覆われているような見た目になるので、それと比べるとだいぶいい改善点かなと思います。過去のものはね、この V ネック状になっていてスーツと布の素材がだいぶ違う印象だったんですけど、そこが今作ではね改善されているポイントになってます。そして素顔ヘッドの造形は、先ほども言った通り完全な新規造形ではないらしいんですけど、ペイント自体は技術の向上もあって過去作よりはかなりリアルになっていると思いました。はっきりと分かる違いについては、頬にあるダメージペイントがあるかないかくらいなのかなというような感じですね。あとこの写真を見るとわかるんですけど、目線が若干斜めを向いているようですね。これについてはね、ちょっと嫌だなと思っちゃいました。
眼球可動であれば文句はなかったんですけど、動かないのであれば正面を向いててほしかったなというのが率直な感想です。斜めを向いていることによって角度によってはね、表情の違いとか楽しめるとは思うんですけど、眼球可動のアップデート情報にはね、本当に期待したいですね。本当になぜマーベルシリーズだけ眼球可動のギミックがないのかっていうのはね、謎ですね。スターウォーズシリーズのホトトイズとかと比べてもヘッドに大きな違いとか特徴があるわけでもないですし、このマーベルシリーズもね、このギミックつけてくれたらいいのになと思っちゃいます。そしてスーツはやはりアンドリュー・バン・スパイディらしいスリムな体型と、このねマスクの大きな目が特徴的でかっこいいですよね。でもマスクの目は色が結構暗めというか、細かい穴がたくさん開いているのでそう見えるだけかもしれないんですけど、もう少し明るい見た目だったらよかったのかなとも感じました。ノーウェイホーム版であればもっと明るい目になったのかなと思うんで、なんで今回ねアメージング・スパイダーマン版のフィギュアを発売するのかってとこはね、謎に思いますね。であとマスクで気になるところは頭頂部の縫い目ですね。一応目立たないようにはなってると思うんですけど、頭頂部に縫い目は確実にあると思います。これがどこまで自然な見た目になるかによって、クオリティの良し悪しにね大きく関係してくると思うんですよね。過去作では経年劣化もあると思うんですけど、頭頂部に接着のためについている糊が浮き出てきてしまって、黒いシミになってしまうということがあったと思うので、最低限それは改良されててほしいですね。とにかくねこのマスクについては目の大きさとかも特徴的でかなりかっこいいと思うので、できるだけリアルな作りになってくれれば嬉しいかなと思います。スーツにはウェブデザインがあしらわれていて、正面と背中にはね雲のシンボルマークもしっかりとデザインされています。ただねこのスーツの素材についてもちょっとリアルさに欠けるんですよね。このスーツの赤い面は、伸縮性のある素材だとは思うんですけど、実際のスーツだともうちょっとテカテカしているというか、割と全身タイツに近いような素材でスーツの表面に光沢感があるんですよね。その点もちょっと期待していたクオリティとは違うかなと思いました。見た目自体は本当にかっこいいとは思うんですけど、そういう細かいところはねちょっと残念ですね。でハンドパーツは過去作だとかなり特徴的な造形をしていて、手のひらの部分が半分に分かれて指先だけを交換できるようなシステムだったと思うんですけど、今作ではハンドパーツ丸ごと全て交換できるような従来のフィギュアと同じシステムが採用されているので、見た目も自然でいろいろなバリエーションを楽しむことができます。指を指しているハンドパーツも付属しているので、そういったところはねミーム再現することができそうですね。であと気になるポイントとしては、つま先に可動ポイントがなさそうなんですよね。スパイダーマンのフィギュアっていうとやはり可動域が命と言っても過言ではないと思いますし、小さなポイントではあるんですけど、躍動感のあるポーズを取らせた時の安定感だったりとか、足のつま先まで小さくこだわったりとかするためにはそこもね稼働させないといけないと思うので、そのね可動域についてもちょっと改良してくれることをね願ってます。素体とかそれ以外の可動域についてはしっかりと広そうなので、ポージング自体はいろいろと楽しむことができそうですね。他の付属品については今回スパイダーマンのマスクやウェブの発射エフェクトパーツといったアクセサリーパーツが付属しています。この辺りは他のスパイダーマンシリーズにも付属しているものと全く同じような付属品になっていますね。台座は赤い面にロゴが描かれているかなりシンプルなデザインなんですけど、アメスパ2のロゴも描かれていてとてもかっこいいかなと思いました。続いてリザードのジオラマ台座についてです。この商品展開はね意外すぎましたね。台座で登場すること自体はなんとなく予想していたんですけど、僕が考えていたのはトビー1のスパイダーマン3であったようなサンドマンの台座のような感じで、アンドリュー・スパイディのデラックス版の台座として付属するんじゃないかなと考えていたので、まさかジオラマ台座単体上半身だけの状態で発売されるということはねちょっと予想外でした。ただこのリザードについてはノーウェイ本版なので、改めて考えてみるとアンドリュー・スパイディがねアメスパ版として発売されることにはね違和感を感じますね。版権の問題とかあるのかなとも思ったんですけど、どうせなら全てノーウェイ本版のフィギュアとして商品展開してくれてもよかったんじゃないかなと思いました。あと今回のこの台座の商品化に伴ってホットトイズからリザードがフィギュアとして登場する確率はほぼ 100% なくなってしまったのかなとも考えられますね。その分台座としてのクオリティは結構高いと思いますし、とても豪華な台座ではあると思います。リザード本体はかなりマッシブな造形で、こんなにガタイ良かったかなとも思ったんですけど、アメスパ2の当時と比べると全体的に少し体が大きかった気もしたので、よくね再現されているんじゃないかなと思いました。目とか歯を見てもねかなり怖い表情で、襲いかかる様子がねとてもよく再現されていて、爬虫類らしい肌のシワや質感もすごいリアルですよね。腕もしっかりと生えているんですけど、右手を見るとね4本指になっているところも映画の中の様子を再現しているので、造形自体は本当にリアルで素晴らしいなと思いました。地面は岩と鉄骨で構成されていて、エレクトロの電気エフェクトもあしらわれていますね。
アメスパのヴィランとして登場した2人の特徴がこの台座の中で共演しているというような点はね、かなりかっこよくていいと思いました。ただ残念な点としては、当たり前といえば当たり前なんですけど、台座のリザードについては腕や顔を稼働させることはできないようなので、本当に台座だけの役割になると思いますね。少しでもこれが動かすことができれば、さらに良かったのかなとも思ったんですけど、ちょっとね、そこは仕方ないポイントかなと思いました。今回この台座、サイズもかなり大きくて、高さが約27センチ、幅が約33センチ、奥行きが約23センチということで、デトルフにはギリギリ入ると思うんですけど、存在感抜群のね、かなり大きな台座になりそうです。そしてこのリザードのジオラマ台座、ノーウェイホーム版ということで、その映画に関連した付属品もしっかりと付属しています。それがリザードをコナーズ博士に戻すために開発したアンプルですね。青いボトルに入ったアンプルが今回付属しているようです。ちょっとね、一つだけなので物足りない気もするんですけど、アンドリュー・スパイディとこのジオラマ台座買えば、とりあえずノーウェイホームのワンシーンを再現することはできますね。なのでどうしてもね、そういったシーン再現したいというような方は、2つ買うことをお勧めします。はい、続いて、これまでにプレビューしたそれぞれのフィギュアについて発売時期と価格を紹介します。ただ現在価格についてはまだ国内情報公開されていなかったので、発売時期のみ紹介していきます。ただ、コミックサンクトラムという海外サイトの方で確認してみると、アンドリュー・スパイディの方は日本円表記だと 33,163 円。リザードのジオラマ台座は 15,523 円ということで、国内スタチトイズで取り扱いあるとすれば、だいたいこのくらいの値段になるかなと思いました。なので、トイサピエンスとなると、これよりも高いぐらい、4万円はいかないかなと思うんですけど、ちょっとね、高く感じてしまうかなというような値段設定にはなると思います。フィギュアの値段や国内の予約情報は公開され次第コメント欄の方に記載しておくのと、今後投稿する予定の動画の中でも紹介していこうと思うので、そちらもね、参考にしてくれたら嬉しいです。そして発売時期については、スパイダーマン、リザードともに2023年の下期頃の発売となっていました。値段についてはトイサピエンスを見てみないと高いとかはちょっとわかんないんですけど、比較的迷わずに買えるくらいの値段になるのかなと思ってますね。続いて、このフィギュア買う買わないについてなんですけど、スパイダーマンについてはね、本当に待ち望んでいたので、予約購入することについては確実かなと思ってます。いろいろと改良してほしい点はたくさんあるんですけど、今のところサードパーティー製からこれ以上のものが出るわけでもないですし、ノーウェイ本番のアンドリュー・スパイディが今後出るとも限らないので、アメージング・スパイダーマンファンとしては必須のコレクションになるかなと思いますね。そして、リザードのジオラマ台座についてですが、このコレクションについては一旦買う予定はないです。その代わりといっては何なんですけど、もし買うとすればサードパーティー製のフィギュアで、プレミアトイズというメーカーからザ・レプテリアンという名前で6分の1スケールのリザードが発売されることが決定されてます。なので買うとすればそちらを買おうかなと今検討していますね。発売時期が今年の2022年の9月頃ということで、比較的早めにゲットすることもできるので、気になる方はね、ちょっとこちらも検索してみてくれたらいいかなと思います。台座としてのクオリティはね、さすがにホットトイズ素晴らしいんですけど、フィギュアとしてはプレミアトイズのアクションフィギュアの方が魅力的に感じてしまいますね。やはりこのね、6分の1を集めてる理由として、並べて飾ったりとか戦ってるようなシーンを自由に再現したいというのが集めてる大きな理由でもあるので、僕個人的にはプレミアトイズの方をお勧めしたいと思います。これらのフィギュア、特にスパイダーマンについては待ちに待ったファンもかなり多いと思いますし、人気フィギュアになることは間違いないと思うので、気になった方はね、躊躇せずに予約してほしいなと思いますね。もしかすると他のフィギュアよりも早く予約締め切る可能性も十分あるかなと思ってます。はい、ということで今日は新作ホットトイズアメージングスパイダーマン2のアンドリュー・スパイディとノーウェイ本版のリザードのジオラマ台座について話していきました。正直改善してほしいところは動画の中でもかなり喋ったと思うんですけど、まずはね、発売してくれること自体がとても嬉しいですね。もし今後アップデート情報とかあればまとめて紹介しようとも思ってますし、なんといってもトビー版スパイディの情報にはね、注目したいですよね。ちょうど今日2022年7月14日にサマーショーケースの続報につながるような写真が Facebook で投稿されていたんですけど、そこにトビー版スパイディだったりバルチャーも展示されていたので、近々発表されると思います。なのでそちらの情報も公表され次第また動画で紹介していくのでよろしくお願いします。ショーケースの写真を見て気になった点としては、トビー版スパイディはね、ちゃんとノーウェイ本版なんですよね。これを見てしまうと、なんでこのアンドリュー・スパイディだけアメージング・スパイダーマン版なのかっていうのはね、本当に謎に思いましたね。今後ノーウェイ本版が発売される可能性もなくはないのかなとも思うんですけど、ちょっと希望は薄いのかなと思ってます。で、スパイダーマンのフィギュアだけで言えば、このアンドリュー版とトビー版を買えばね、一旦卒業でもいいかなとも思ってるので、それに相
々しいフィギュアになってほしいなと本当に思ってます。で、概要欄の方に各種予約サイトのリンクを掲載しているので、気になっている方はね、ぜひそちらからさらなる詳細のチェックだったり予約してみてください。そしてこの動画いいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと、概要欄の下の方に僕の Twitter や Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。